今夜もアイドルならば必ず持っているであろう膨大な写真の中からメンバーがお題に合ったものを持ち寄って競い合うスマホ内写真展を開催します。このコーナーマジでいいコーナーだね絶対いいよ。まだ一テーマ目なのね。なんか面白いじゃん。よかった。じゃあ次テーマ変えますね、こちらでございます、テーマガンミ。なんでしょう。どういう写真が出てくるの。超見てるってことね。田村。田村のガンミ。こちら。いやガンミっつってもかわいいね。はい、これ筒井あやめちゃんの私たち4期生が加入してまだ間もない時でやっぱり若いのですごく筒井あやめちゃんがそう成長過程を撮りたくてめっちゃ撮ってて。あ、親か。まあでもね、なんかあれかな、スタジオかね、これはスタジオの備品をなんか盗もうとしてる。違うそんなことない。そういう時じゃないか。でもなんか可愛らしいねこれ。上から撮るのもまた可愛いよね。俺だから好き。上からこういうふうに。日村さんさっきから上から押す、これが可愛いんだ。大好き大好き。すごい好き。下ってやっぱのぺっとなっちゃうわけ。下はなるべく多分みんな嫌でしょ。下から撮られるのってね。この辺のこの辺がこうやっぱすっきりしないもんね。上からでこう小顔効果でしょこれ。あ、そう。こういうのこう撮ると可愛いってでも絶対みんな思ってる。あるよ。それはもう女子はある。久保とかは上から絶対あるでしょ。いい面を見せるように。いい面どっち？私こっちで。まあね、髪の毛出してあげてるってこと。そうか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 。それどっちかあるよねみんな。絶対ある。アスカちゃんとかそういうのあんの？絶対あるでしょ。私ないんですよ。嘘？別にどっちとかも。だからどっからでもいいからね。どっからでも撮って私を。斉藤飛鳥です。ってこと？違います。でも確かに対象だよね。いやいやいや。対象な子ってあんまいないんじゃん。めっちゃ差あるけど、そんな寄らないでください。すごいな。でも梅はやっぱり背大きいので、撮ってもらうときは。そう、梅ってそうだね、撮ると全部くるぶししか映んない。ロボット。私メンバー撮るんだったらまあ上から撮れるので。すごいやっぱそういう。そうだね。でも飛鳥さんって雑誌とかだと割とこうなんだろう、上から目線みたいな表情が私はすごい好きです。下からもすごい色っぽいなと思います。ちょっと生意気っぽいやつでしょ。顎を上げるこういうやつ。アンニュイって言ってください。アンニュイです。ここを一番先に出すみたいなこう。ここの枝のとこ。違うな。受け口になってる。ちょっとできない。日村さんやってんじゃん。顎こうちょっと。日村さん、何それ。近所のババアがなんかゴミちゃんと捨ててください。俺できないんだよ。俺全然理想のあれになってこない。アスカちゃんちょっとやって。アスカちゃんちょっとちょうだい。やだ。一瞬だからいいじゃん。俺が一瞬でいいからマジで言ってんだよ。日村さんも一緒にやるからいくよ。3、2、1、はい。わかんない何？ちょっと日村さんずっとやってんだけど。俺ばっかりやったりちょっと一回やってよ。俺好きだよ。下のおっさんもこれ。どっちがいいかな俺。いやこっち。こっち？上。待って。すぐそいつが出てくるんだよ。そのブーフィーンって。もうアスカちゃんやった。ちょっとアスカちゃんやり一緒。マジで一瞬でいいの。いくよ。顎生意気な感じでね。いくよ。せーの。はい。あ、これね。でも印象深くないこの顔。わかる。その小生意気な感じな。本当アスカちゃんって小生意気なんだ。そう。でもそこが好きなのよ。みんなそこが好きなんだよ。そこが好きだからいいじゃん。なんか出してほしいお菓子、アスカちゃんプロデュース小生意気って。で粉でまみれた。ちっちゃいなんかあんこ玉みたいな。いいじゃんアスカちゃん。いずれお願いします。わかりました。続いてガンミ岩本の写真。10万枚岩本。そうか10万枚岩本だ。はい、来ました。こちら。ちょっと待って、これどういうガンミってこと？久保か。久保が泣いてて、それを飛鳥さんがめっちゃ近距離で
興味深そうにガン見してる。あすかちゃんがガン見して、これはなんか何泣いてんのっていう。久保これ覚えてる？覚えてますこれ。何の時だ？これ幸せの保護色のミュージックビデオの撮影の時に、足場のパイプでおでこ思いっきりぶつけちゃった時だ。私がなんかついてないことが続きすぎて、なんかもう涙が出そうな時に、でも撮影中だったんで我慢してたんですけど、飛鳥さんがそこにすかさずやってきて、泣くか泣くか泣け泣けって。そういうことか。そういう風にね。 MV 撮影で何不運が続いてたの？何よその風って。なんかこの時は衣装がなんか短すぎて、踊るとなんかお腹がすんごい見えちゃうから踊れない状況になってて。そういうことか。なんかそういういろんな嫌なマイナスがすごい重なって小生意気飛鳥が笑ってるぞ。だってこの生意気だなあの子は。飛鳥ちゃんもこれ覚えてるわけ。これ言われたら思い出しましたけど、でも久保はなんかいつもちょっとした不運が重なりがちで、で不も運久保でしょ？多分本当20年ずっとそうだと思うんですよ。そんなことねえわ。でも前もさヒット祈願の時とかもね、久保だけ運がちょっと悪いみたいなのとか。どういうこと？だから逐一こう誰かが一回この風船を割ってあげないと、もうたまりにたまって大変なことになっちゃうから。でももうメイクさんも綿棒でさメイク直したりとかやってんのに泣け泣けっつって悪い子だね。でも目がこう潤んでこうキラキラしててあれはあれでいいねなんかねすごい。続いて梅。はい。梅の写真こちら。怖いんだけど。依田なんですけど。何が怖いの？日村さんこういうのさよく心霊特番とかでもさ急に怖いんだけどごめん。何がちょっと何がみんなこんなさなんかスマホ見て真ん中のこれ何か見えてるみたいじゃないか真ん中の。梅これどういう写真よ？もうこれも加入してすぐの時に、みんなで電車で帰ってる時に依田がなんか一人だけ天を仰いで何かをずっと見てて、でも何もあるわけないんですよ電車なので。中吊広告とかそういうのを見てる目線じゃないの？じゃないんです。でもこういう謎の行動してることがすごく多くて、その時の一枚ですね。小田は何これ覚えてる？なんでしょうね。なんか首が凝りやすくて、よくこういう体勢ではいるんですけど。あれじゃない？なんだっけなんとかネックなんじゃん。ストレートネックとかじゃん。そうなんだ。そうすると凝っちゃう。凝っちゃうの？凝るんですストレートネックなの？首見してみ？髪邪魔。の横のネック？かもしれない。なんかよだってごめんね悪口になっちゃったらあれだけどギュッて詰まってるもんな。もうただのシンプル悪口今。だからこう首のとこがあれなんじゃない？こうギュッと一回整体とか言ってんのか。言ってるんですよ。でも治らなくて。日村さんとか首ね全然大丈夫でしょ。何それ。どこが大丈夫なの？そんな凝ったりはしない。めちゃめちゃ凝る。だから俺依田の気持ちわかる。俺もしかしたらストレートネックかもしれない。いや俺知らなかったけど自分がストレートネック。ストレートネックかな日村さん。かもしれないかもしれない。どうだろう。ナチュラルタートルネックかも。ナチュラルついちゃったら本当噛むじゃない。でももうこれもなんか懐かしい。みんな初々しい感じの顔。本当だね。この状態で電車乗れてるってことがもはやすごいもんね。そっか今こんなみんなで電車でこういう風に移動なんてないか。もう無理でしょさすがに貴重だよこれある意味。ガン見はちょっとうちも少しあるんですよ。そうなの？はい。津田さんが出してんだないろいろと。どうぞこちらです。ガン見はい。やばいってしょうがないだろ。これもう俺が撮ってるってわかるね。わかるわかる。これはもう普通に楽屋で日村さんの携帯を見る通常バージョンです。だってこれ3年ぐらい前だからもうこの頃から老眼スタートだからね。もう目を細めるタイプの老眼の人が多いんですけど日村さんはガッと見開かないと。見開くとこの顎のところがウェイってなっちゃうね。これガン見で本当に見たいんだよ。携帯を見てるガン見。そうまだあります。まだあんの？はい。続いてこちら。はい。これスケジュールを見てる日村。スケジュールを見てる日村のガン見です。6月のスケジュール表記だ本当クソずらしてるというね。なんか何この仕事って。なんか6月の後半になんか嫌な仕事があったんですよ。これもう1枚あるんですけど。
これは今から食い物を食おうと思ってその食い物を見てるガン見です食べる直前だから口を今からこう開けるところですよもう本当にさなんか深海魚とかがさ餌を食う直前ね、すげえな。3つのバージョンのガン見携帯と書類と飯なんだよこれ。はいはい続いてのテーマはこちらです怖っ怖っ。ね恐怖ですよほら怖かったら何でもいいんだ。だからわかんないですお化けとか普通に撮れてるのかもしんないし。ねまず牡蠣からいきます牡蠣の写真こちら、うん。怖いこれ牡蠣？私じゃないです。これは誰だ乃木坂のメンバーだよねあ、そうです。そうだよね乃木坂のメンバーじゃなかったらより怖いもんなんか知らねえ人の写真撮ってるから。ねこれは遠藤さくらちゃん。遠藤なの？遠藤かびっくり。これ本当に加入したてぐらいで。なるほどもうじゃあずいぶん前か帰り道と帰り道レッスンの帰り道に顔隠れるのすごいって言って撮った顔ちっちゃいから後ろでもわかんないねこれが実はこれ後ろなんですって言われてどんどんそう見えてくるんだよこれ。も襟足をああいうカットにすれば続いて田村田村の子はいきましょうなんか気持ち悪かった最初パッと見た時すっげえ怖かった最初。なんだこれ誰だこれは早川セーラーなんですけど、早川かはい。収録で、かっこいい衣装を着てたので、かっこいいポーズを撮ってってお願いしてそしたらなんかちょっと怖いポーズ写真が出てそうなんです。スタイルがいいからこそより怖いっていうか。パーフェクトヒューマンやってたんじゃないのこれって？そうです。そうでしょ。なんでわかるいやなんかそんな気してた。衣装でなんか下半身とこう上半身が別々っぽいもんいや怖くないこういうアバター的な。なんか見れば見るほどさ左足がもう全然向こう側に歩いてってそうじゃんめちゃくちゃ怖い。でそれさ今やれないの？そのパートあ今やってみてよ今その場でちょっとやれない？左足がそうだねそうだね右足はそうだねこれをもっと下から撮ったらそうだねそうかそうか。それで顔をグッてうーってやってんだでそしてアイムI'm a perfect human でもこれパーフェクトヒューマンって言いそうな顔してるよ。ちょっと入ってたんだやっぱあっちゃん入ってんのよ。じゃあ次梅はい梅の子は行きましょうどうぞ梅これはこれもヨダなんですけどヨダだよねこれヨダなんだ。何この足開いてこれ去年の前ツの出番の間に直してもらってる時に髪の毛をこれ本当はあれだよな右手のさマイクのあそこの手の間に本当はタバコがあったの消したんだよこれ CG 加工あそこ本当はライブの途中タバコ吸ってもないよね長州力さんが切れてませんよって言ったのにこんななのよ。だから切れてませんよこんな座り方なのよ。どこにも出したことない写真ですねあ本当、はいいいね初出しですよ初出しだからいいけど。外ではやってないので、外でやっちゃダメだよ。これはなかなか見れないよ見れない逆に言うと見れない。みんなこんな感じです。みんなおるんじゃないよそうやって。本当やっぱ乃木坂はもうさ足開いちゃダメっていうそう教育されてっから初めの頃みんな本当なんか足閉じてとかすげえ言われてたよねね。そう閉じてやってね、続いてのお題いきましょうか、続いてのお題がこちら、衝撃写真おお、ここから出してくれんの？もうさっきからずっと衝撃写真ですけどまずこちらおカキカキ。カキはい。カキの写真こちらおお。びっくりした。あこれあれか最初の頃のあれそうです。夏休みの宿題でマジックやった時。遠藤と2人でそうですそうです。あこれはすげえ写真だな写真でこうやって静止画で見てもどうなってんのでもこれちょっと首が曲がってこう撮ってるから大丈夫初めて切られた時の。乃木坂46度みたいなまあ練習中かなんかそうです練習中で初めて入ってうんサックに切られた時の写真。ああでもこういうのはね業界に入ってこないとこういうのできないからあ。ね本当だよそうですね。ね。貴重な体験でいい写真じゃんはい。やっぱ若干顔もちょっと違うね、うん違うなんかあどけなさがあるわうん。今の方がいい。ごめんねい
や今の方が全然いいよ。本当この頃もいいけど。さあ続いて10万岩本。出た。じゃあ岩本の衝撃写真いきましょう、こちら。日村さんいいね、さすが。この写真見たことそうがあるぞ。なんですよ。これ B 級ニュースで一回出たみたいなんですけど、別カットでこれ私目線の。なるほど、別の角度から。そうですそうです。やっぱ岩本もこういうのは抑えとくわけだ。抑えてきます。でも依田のなんかよくわかんない、さっき梅が出してた、ライブの合間の足開いてる時の写真とかもあれも別カットあるんですよ。別カットあるんだ。別カット岩本があるわけね。別カットなんかそれ10万あれば別カットあるよねそれ。ああこれね。やばいよな、これ首やばくないのかっていう。普通に寝てました。マジでどこでも寝れるんですよね。髪をなんか潰れないようにああやって寝たとか言ってたっけ、このあ、時。違う、なんかこの椅子が綺麗かどうかわからないから、頭だけ外しておこうみたいな。頭だけ汚れたくないってこと？でもふくらはぎとか生の足がついてる。本当だよあんたもう。そうですね。なんか頭だけ気になったんですよね。頭だけ気になる。どういうこと？あの椅子取っても多分依田このまんまなんじゃない？さっきのカキの写真からつながってさ、依田マジでまともな写真全然出てこない。面白いなよだ。まだありますもんね。ままだある。このアンケートで結構依田多めに出しちゃっやっぱたぐらい。依田はもう被写体としてすごいよそうなんね。ですよ。変なんですよ。普通じゃないので。よだ変だなやっぱ。でも取りがいがありますね。面白い。鳥があるか。さあ続いて、はいあすかちゃん。あすかちゃん。あすかちゃんの衝撃写真いきましょう。こちら。あ俺だな。あすかちゃん。あこれ覚えてる。もこれはまあ多分私たちのライブの時の写真で、まあ私が撮ったわけではないですけど、こんな大きくこう腕上げてくれてて、で多分下のファンの人たちも見ると多分ただ応援してるだけじゃなくてなんか振り付けを一緒に踊ってくれてるんじゃないかなと思って。違うよね。これ俺もうはっきり覚えてるわ。あなたですよこれ。あすかちゃんが万歳三唱してくださいって言うからそれか。なんか横に手を当てて小指はずっと伸ばしみたいな感じでさ万歳三唱万歳万歳万歳っていう時の写真ですよ。あなたの指示通り動いてる写真。いやでもそれなんだとしたら手はこうじゃなくこうです。うるせえな。うるせえな。その時ですよこれは。だったんで、いや踊ってくれてるんだと思って、あバナナさんってこんな全力で私たちのライブ見てくれてるんだと思って、まあいい意味の衝撃。なるほど。ただでも日村さんに関してはもう全力で踊ってる。踊る時もある。それはねうちであります。うちの衝撃、これは写真じゃないんですけどちょっと出しましょうか。もう日村さんずーっとこうやって見てるから。俺もう踊ってるよ。俺だってびしょびしょだもん。そうライ日村さん夏のライブとかやばいよブ。ね。やばいよ。日村さんずーっとこういう感じだから。ずっとこれ乃木坂は。そう。これだからちょっとさいい席取ってもらってるからスペースがあるから踊れるんだよそうね。俺はもうずっとじっとり見てる俺。なんか地蔵だっけ。ああ。なんかそれじっと見てるい。や大体関係者席ってみんな地蔵なんだよね。俺だけがなんか。まあもちろんこうやったりするよ。あと近く来たらこうやってやったりする、ね。あそう。でも全然見てくれない時すげえ恥ずかしくなっちゃう。あまだありますよ衝撃。はいはい。梅のもある。はいじゃあこちら。味噌汁だこ。れは何この写真。佐藤楓のメイク中の手元なんですけど、その朝ごはんをお味噌汁飲んでる時になんか箸持ってくるの忘れたって言ってストローで飲もうとしてて、もう衝撃的すぎて何してんのって言って撮りました。このシュールな写真。その人物の顔も入ってないし。ストローでじゃあ味噌汁飲んでたってこと？知ってるってこと？やけどするし、それは良くないって言ったら箸取りに行ってました。なるほど。はい。別にさ箸なくてもこうやって飲めるじゃんね。そうなんですよ。そうだからなんでだろう具な。をこう取りたかったのかな。そうなんですかね。それかこの珍しいタイプでちょっと入れてパーって飲む。こうやりたい子供みたいな飲み方をするんしたかったのかな佐藤は。聞いて本当の答えを。続いてのテーマこちらです。
すごいリアクターですな。 UFO 写真出んの？これすごいテーマでしょ。だからこういうテーマでくくってきたってことですかね。すごいね、ということで梅、はい。UFO 梅にもらった写真、はいはいこちら。あ、宇宙人いやそっちなんか見てるよこれ秋元。そうなんですよ。これはこれ真夏さんで。田舎の秋元。このお題が来た時にうわこれ UFO って言ってるなって思って。なんでこう秋元ここにいろって言われて一人で座ってんの。お前はこのロケバスの番なって言われて。気づいたら周りに人がいなくなっててなんでロケバスに戻んないのよな。確かに気づかなかったですよ。周りがロ見えてなくて。ケバスはあれなのか、タバコ吸う人用なの。なんかでも面白い写真だねこれ。これじゃあビビってますね。ウィルダネスワールドっていう MV 撮ってる時に大きい虫が確かこの時出てそれを見てる表情なんですけなるほどど、なるほど。梅も結構撮ってんだね。撮ってんね私も結構メンバーのこと撮ること多いですね。いいねいいね。なんか変な顔してんなと思って撮ってんの。いやでもやっぱ変わってる人が多い。秋元も変わってる。まあでも裏でも割となんかあざとめな時とか多いので、そういう時を撮ったりとか、だからこの写真のこの感じはレアだなって。裏でもあざとめが多いってことはもう裏表ないってことないってこと。本気だよ。本気だよ。本気の。さあまだありますよ。はい UFO。あ、鈴木からもらってますね。お、鈴木からもらった写真こちら。あうわ、なんだこれ。膝？肘？私あざあ、好きで、は？なんでそんなもん好きなの？これ自分のってこと？あ、そうです。膝にできたあざ。あ、膝。これ膝なのか。ライブの後とかやっぱりしゃがむ動作が多いのであざができるんですよ。うそれが治っていく過程を写真撮るのが好きで、へえ。自分のカメラホルダーにたくさんある中でもまん丸なものを選んでみました。ん。あは綺麗なんだ。自分の中でこの造形が良かったんだ。いや、好きなのはまた別にあって。別なんだ。UFO っぽいからってこと。い。そういうことね。形が。でもあざがね綺麗すごいなんか。わかる。さすがアイドル。日村さんなんかもうドブみたいになってる。俺のあざ段ボールのビーンってやつ。あれ誰かもなってたよね。梅私もなりました。私もなりました。写真撮りました。俺も撮った。あざテーマ良かったかもね。あざ。おお。日村さんが「ちょ見て」っつってこうやって見ておっつって。俺なんかオランウータンの真似してんだけど。嘘だ。この後リアル UFO 発見。さあじゃあ続いてのUFO 柴田。おお、はい。柴田の写真こちら。すごい目クリクリしてる二人。何このなんだよこれ。大喜利のお題写真みたいな。ねこれ最高に可愛いな二人。え、本当だね。これ何見てる時柴田。これは UFO を見つけた時です。嘘だ。嘘だろ。本当に UFO。本当は嘘ついてる。違うかい。ずいぶんライトな嘘のつき方で。信じてんだよこっちは。 46時間テレビで、最近じゃん。朝日を見に行かせていただいた時に朝日だ。朝日じゃなくて、なんだい。これはその撮影が終わった後にこう一緒にツーショットをレイちゃんと撮ってたら、結構高い展望デッキみたいな感じで窓ガラスだったんですよ全部。でこの窓のここにカラスが朝なのにカラスがこうなんかパフォーマンスを始めて目の前で。で本当です。ちょっとやってみて。どんなやって。わかんないから。わかんないからやって。ちょっとどんな動き。そうやれる範囲でいいからやって。カラスはまず羽があってこうなってました。それが何匹ぐらいいたん。1羽です。1羽で。 1羽で。 1羽が風強かったのかわからないんですけど、ぐる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 してたので、それを見てる2人なの。はい。そんな顔する。誰が撮ってんのこれって。 2人で自撮りしてました。なんでカラス撮んないの。岩本、別カットある？カラス取ってない別カット。カラスないか。すいません。あ、岩本いりゃな、別カット岩本がいたのに。カラスを見てる顔じゃないよね。じゃない。これ確かに虹が出たとかなんかそんなのかと思った。本当だよ。なんか明るい2人だねこれは。ね。元気になるわ。だからやっぱ歯の出方もやっぱいいんだね。もう前での前で。上の歯前でだから。上前で。4月21日より第2回5期生お見立て会。23日より天水屋バースデーライブの一般販売がスタート。メンバー&バナナマン最強写真が登場。
山崎怜奈です。弾きます。じゃん。テンションマックス。チャンネル登録よろしくお願いします。山崎怜奈でした。